45が必死こいてクソ真面目に測量したデータを無視してやるとあたふた困り出すのが面白かっただけに。410はいつもひどいんです。私がちゃんと当たるように頑張って測量してるのに全然無視したりとかするんです。あんまりです。45の測量は結構おかしいからそれくらいでちょうどいいね。結構なんてひどいです。最近はほとんどないです。いっぱい怒られたから特に注意してるんです。お前とて45からリンクがなければ数々の狙撃は成し得なかったはず。もう少しそのことを45に感謝してもいいのではないか。にえにえ、またダブルオーがお説教を言い出したにえ。ダブルオーは誤解してるにえ。私は確かに戦果を威張るし自慢もするにえ。でもそれを私一人の戦果だなんて思ったことはないし、いつだって二人の戦果だと思ってるにえ。そうなのか。お前の普段の言動からはとても二人の戦果だったと思っていたとは思えんのだが。失礼な話だにえ。私は45をこれまででそしてこれからも最高のパートナーだと思ってるにえ。45とならできないことは何もないにえ。最高のパートナー、いつまでもずっとペアでいたいと思ってるにえ。つまりお前には45に感謝する気持ちはあるのか。あるにえ。当然だにえ。パートナーだにえ。
そんなことダブルオーにくどくど言われる方がムカつくに。嫌に。どうして？感謝してます、ありがとうなんて、そんなこっぱずかしいことわざわざ口に出して言うなんて情けないに。45と私は最高のパートナーだから、今さらそんなことを言わなくても心は十分通じ合ってるに。分体火力支援？そりゃまたごっついのが来たに。私たちのペアは遠距離に特化していますが、大量の敵による一斉突撃を近距離で食い止める力には欠けています。きっとそれを補ってくれる方なんじゃないかと。遠距離で美味しい獲物だけもらって、あとは神出鬼没に蒸発ってのがうちらのお箱に。分体火力支援なんてぬるま必要ないに。聞こえるか556、準備はいいか？はい、556、準備よしです。ありがとうございます。目標青の標的群45測定開始。了解。地形測定開始。誤差修正。556にデータリンク。にどの程度のもんかお手並み拝見に。45よりデータリンク。目標補足。感謝します。攻撃開始。なかなかやるに。
ありがとう。45のデータリンクのおかげです。いえ、あのくらいの距離でしたら556の射撃レーダーでも十分に捕捉できますし。でも45のデータのおかげで射撃を成功できました。ありがとう。どうも。美しくないに。ほんの15個の的を撃ち抜くだけであんなにバリバリと鉛の矢を撃ちまくって、真ん中に小さく穴を開ければいいものを的ごと粉々にしちゃって。こら410、戦争に美しいも美しくないもないぞ。556の射撃に難癖をつけるな。556も気にするな。410が少しひねくれたところがあって。いえ、そんなことはありません。00。ありがとう。そして410もありがとう。そうですね、美しくないし、いくら戦争でもああいう戦い方は良くないと思います。それを教えてくれてありがとう。410や45ほどの腕があるなら、正確に狙ったところを射抜くことで不必要な痛みも無駄な犠牲も一切出さずに、最小限の痛みだけで任務を達成できると思います。でも私のような乱暴な射撃では相手を無慈悲に打ち砕くだけ。戦場であっても無慈悲であることは許されないと思います。それを教えてくれてありがとう。ありがとうウサギとはひどいあだ名だね。いいえ、チームメイトに初日にあだ名をもらえるなんて思いませんでしたから嬉しいです。ありがとうございます。どうしてそんなにもありがとうと？何か意味があるのなら教えてほしい。私は強いです。シエスタ本社試験チームでも抜群の成績でした。ですがうぬぼれたことはありません。私が最高の成績を出せるのはそのために側面を支援してくれたチームメイトがあってこそです。だから私は常に自分の成績はそれを支えてくれた近しい仲間たちのおかげだと感謝しています。爪の赤を煎じて410に飲ませたい気持ちだ。でも私はその感謝を相手に伝わるようにしていたのか疑問に思ったことがあります。疑問？はい、私はみんなに感謝しています。でもそれを誰にも伝えず分かってもらえず二度と会えない関係になってしまったら、その相手は私に感謝されたことはなかったと生涯思ってしまうでしょう。私が本当は感謝しているとしても。
私たちはシエスタ姉妹近衛隊の兵士です。いえ、命ある限り誰であっても。ある日突然、人は二度と会話ができなくなる関係になります。突然訪れたその日に慌ててそれまでの感謝を伝えようと思っても、もうそれを伝えることはできない。その時、相手は私のことをどう思うのでしょうね。私はそれを思うと悲しいのです。そしてその誤解を解く機会がある日突然永遠に失われたとしたら、その人に私は感謝されたことがない冷たい女の子だと永遠に思われ続けるでしょう。そして私もどうしてその時が訪れるまでそれを一度も伝えることができなかったのかと永遠に後悔するでしょう。きっといつか思いが伝わる。言葉で伝えるのは野暮。互いは通じ合ってるから今さら言葉なんて必要ない。私、そういうのが嫌いになったんです。だから私は全ての人との出会いに常に次の機会が唐突に失われるかもしれないことを常に怯えています。こうして00と話している今日でさえ最後の日かもしれない。明日のあなたに私は出会える幸運を賜れないかもしれない。だから私は二度と相手に感謝を伝える機会を逃したくなくて、常にありがとうと相手に言い添えるのです。だからこんな話を聞いてくれてありがとう。だから私はあなたにもありがとうを。不要だな、私には。私は分隊のリーダーとして誰も脱落させない。そのような無様を許さない。それは貴様とてだ。感謝の言葉をみだりに使い、いつでも我が分隊を抜け出せるように心の準備をするなど不届き千万。そのふぬけた根性、この私がみっちりと叩き直してやる。ようこそ我が分隊へ。貴様を歓迎する。ありがとうございます、00。シエスタ556着任します。